DDD プロジェクトはディサビリティドリブンデザインプロジェクトの略で、2017年からオーディオゲームセンターを始めました。オーディオゲームセンターはもともとは視覚障害者の中で作られてきた音から作って音で遊ぶゲームのことです。で、私たちはそれを目が見える見えないにかかわらず遊べる場所を作る、場所とゲームを作るっていうことを軸に活動してきました。今回は CCBT と一緒にこの場で作って常に動いていくような場所を作りたいなと思って開催しています。これまでのアクセシビリティの考え方ってコンテンツがあってそこに後から補助的な情報をつけるっていう考え方だったと思うんですけど、いつまでも健常者が作ったものにアクセシビリティをつけるっていう考え方だけが正しいわけではないので、そうじゃない世界を体験してもらうことで、そうか、音からコンテンツって作れるのかっていうことをいろんな人が気づくきっかけになればなと考えました。一つ目は私たちがこれまで作ってきたゲームを展示して遊んでもらうっていうパート。もう一つがハッカソンをして一般の公募の皆さんと一緒にオーディオゲームを作っていくというパート。3つ目がオーディオゲームアーカイブプラスというもので、これまでのオーディオゲームの中からピックアップしたものを展示するということと、オーディオゲームとアクセシビリティの違いについても考えてもらいたいなと思って、そういう解説映像も入れた3つのパートで構成しています。盛り上がるぜオーディオレーシンエンジン鳴らせば一心伝心困惑しつつも音楽聴いて狙うはトップダッシュでフィニッシュ。間もなくコースが連続か耳を澄ませて華麗に変わる運転めちゃめちゃうまいすごいやばい早い感動したグッジョオーディオゲームをクールにプレイ。今回一つ大きなチャレンジとしてその場所で自分自身でゲームを作る体験をしてもらいたいと。これはAR 技術を使ってその場所にそこに音のオブジェクトを置いて配置をすることができるっていう、それに対してそれに当たると音が鳴ったりとかっていうルールを設定することができて、で、そのためのアプリとインタラクションデザインのルールですねっていうところを今回作って展示しているということになります。私たちが作ったものをプレイしてもらうっていうだけではなくて、作るっていうことを体験してもらいたいし、オーディオゲームの課題として作り手が本当に少ないっていうことがまだまだ大きな課題としてあると思うので、何かそのきっかけになればと思ってハッカソンはすごく大事なイベントになると思っていました。やっぱり当事者なしでオーディオゲームの話をするっていうことはすごく危険だなと。結局その健常者はやっぱり映像ありきでそこの音を想像するっていう順序で発想しがちなので、最初からブラインドファシリテーターっていうふうに呼んでますが、視覚障害のあるファシリテーターと、あと視覚障害のないエンジニアが必ず全チームにいるっていう、かなり贅沢なある意味作り方だったと思うんですけど、これってオーディオゲームだっけっていうのも含めて
現れてきたような気がするんですよね。やっぱり最後に勝ち負けがつくっていうことに対してある種の違和感を持ったチームがいたりとか、これまでのこのある種のコミュニティにいなかった人たちが入ってくるからこそ起こるこのはみ出しみたいなものがあると思うんですね。つまり典型的なオーディオゲームがより多くの人が作れるようになっていくっていうことと、そうではないオルタナティブな新しいタイプのオーディオゲームが広がっていくっていうことの両方の期待に対してはどっちもある程度の目は見れたかなっていうところで、良いんじゃないかというふうに思いました。ここでできた中でずっとオーディオゲームを作ってきた人にとって、いやこんなのは全く思いつかなかったぞみたいながあったかというと、その範囲に収まってしまうかなというところはあるんですけれども、それでも CCBT の会場の音をサンプリングしたゲームだったりとか、ハッカソン特有で出てくるような作品もあったりしたので、単純にできたものを遊んで楽しいかっていう意味で言うと自分はすごく満足していて、作品を作るのも他の人が作った作品を見るのもすごく楽しかったので、やってよかったなと思っています。気づきをもらったのはジェンダーの話で、やっぱりオーディオゲームってこれまですごい男性的な世界だったなと思っていて、でも今回その女の子が中心になって作ったものが少なからずあって、でそこにはちゃんとやっぱりその女性性が反映されていて、そういうものって私たちは作ってこれなかったし、なんかそういう新しい切り口みたいなものを見せてくれたなと思います。今回大まかに種類が3つに分別しています。一つは、コンピューターで遊べる、目が見えない人によって作られた目が見えない人のためのゲームで、2つ目のジャンルは一般向けのゲームなんだけれどもアクセシビリティの機能が搭載されることによって完全に遊べるようになったゲームで、最後のジャンルは目が見えない人でもできるように配慮したわけではないんだけれども、結果としてなんか遊べるようになったっていうゲームを紹介しています。オーディオゲームというのはこれまでだいたい30年くらいの間、主に目が見えない人たちによって目が見えない人たちのために作られてきたっていう歴史があると思います。ただ最近はゲーム業界のアクセシビリティがどんどん進んできていることによって、音だけでも楽しめるし映像を使っても楽しめるというゲームもだんだん増えてきています。ゲームがコミュニケーションツールだとすると、私にとっては同じゲームを同じように話題にして楽しめるという大きな幸せにつながりますので、視覚障害者によるオーディオゲームという文化を残しつつも、そういったアクセシブルゲームの世界も同時に実現していけたらいいなと思っています。どうやったら音が面白くなるのかとか楽しくなるのかっていうところはやっぱりまだまだ定式化されてないところがあって、技術っていうことだけじゃなくて、そういう技法みたいなところですね、そこがもうちょっとリッチになっていくっていうのは一つ多分重要だと思うんです。でそことやっぱり一つやっぱり並行して走らないといけないのはやっぱり人間に対する理解みたいなところ、人って音をどういうふうに感じてるんだろうねっていうところに関しての知見と接続していくっていうのは一つもっと重要なところがあって、でやっぱりこれまでの、人の聴覚に対する認識とか知覚の理解っていうのは、もちろんそのピュアに研究はされてきてるんだけれど、一つやっぱりこうオーディオゲームのようなある種の新しいマテリアルとかツールっていうのが増えてくることによってもっと探索しないといけないところっていうのはサイエンスの領域にも一つ投げかけるものだと思っていて、まだまだ行き詰まるところがあると思ってるんですね。そういう意味ではもう少しサイエンティフィックな視点と接続する努力っていうのが必要かなっていうのがもう一つ課題として考えています。今回すごい私の中で思ってたのは、野沢くんが例えばその AAA と言われる、いわゆるメインストリームなゲームがアクセシブルになっていくっていうことで、
みんなが話題にしているものがプレイできるから面白いっていうのは分かるし、でも一方でオーディオゲームのすごくユニークな世界作り方があるから、なんかそこがこうどんどんアクセシブルなゲームの方にみんなが魅力を感じてしまう。で結局それってやっぱり映像ありきの世界だし、なんかそこに対して私はこうモヤモヤしているというか、その音だけで作る文化みたいなものをみんなで面白がれる、なんかそこの可能性を感じられる場所にしたいと思っていて、どっちも発展していく方法はあるんだけど、権力勾配っていうか資金の格差みたいなものもあって、どうしてもそのアクセシブルなゲームが、やっぱり資金を多く持ってて着実に作っている人たちがそっちに流れてしまうと、なんか私はフェアじゃないんじゃないかなと思っていて、それをこう綱引きというか、どう両立していく社会が作れるのかみたいなところにすごい興味があります。